おはようございます。阿部義俊です。先日、Apple の新製品の発表会があって、そこで、iPhone 15 Pro Max と Apple Watch のシリーズ、9が発表になって、僕は今 iPhone の13 Pro Max を使っていて、13ですね。で、Apple Watch の方はなんか意外となんか随分買い替えてなくて、シリーズ6をまだ使っていました。なんかシリーズ7から大きさがちょっと大きくなって、なんかそれを買ったような気がしてたんだけどな。なんか、ちょっと自分でも意外というか、もう買い替えたか買い替えてないかも忘れてしまっているっていう、なんか、アプローチ正直そんなになんかこう劇的な変化はなくって、ヘルスデータみたいなもの、その心拍数とか、血中酸素濃度みたいなものを取れるみたいなのがなんか売りだったりして、それは発表になった時にはちょっといいかなと思ったんだけど、じゃあこれで毎日血中酸素を測るかっていうと、最初のうち面白がってやってましたけど、結局全然使わなかったですね。なのでそのアプローチはまあまあ動くうちはこれでいいかなと思って、来年、10周年で、アプローチシリーズ10はかなり劇的にデザインも性能も変わるみたいなんで、それは多分良ければ買うだろうと思うんですけど、っていうようなことで、前回その発表会の翌日に1本動画を撮っていて、そこではだからなんかあんまテンション上がってなくて、買おうか買うまいかなんかくよくよと迷うなんか情けない動画を撮ったような気がするんですけど、そこでなんか自分がもう何喋ったかなんかちょっともうおぼろげにしか覚えてないんですけど、なんかあんまり結論が出なくて結局くよくよして終わっちゃったような気がするんですけど、結局迷った末に15 Pro Max の 512GB のモデルを買いました。色は、ナチュラルチタンだっけ、だから一番素のチタンに近い色のやつを選んでみました。で、僕のやつをなんか、僕の13 Pro Max は僕はこれを買った時にはこれでなんか Vlog 的なもうなんか動画をプロレスとかその画質のいいモードでこうガンガン撮って Vlog 的に使うんじゃんみたいなことを思ってちょっと奮発してストレージが1テラのモデルを買ったんですけど、でもそれ結局全然使わなくて、シネマティックモードとかもあったんですけど、結局それも最初のうちなんか面白がって使ってたけど、シネマティックモードにすると画質が 4K じゃなくて HD になっちゃうのかな、なんか制約があって結局全然使わなくって、で結局だからこの1テラのストレージが全然、宝の持ち腐れになっていて、でちょうど奥さんがなんか iPhone でなんか動画たくさん撮りたいって言っていて、で1テラのストレージのモデルが欲しいって言ってたんで、じゃあ僕のやつを奥さんに譲って、僕はだからその2頃でもよかったんだけど、2頃だと今自分が写真とかやっぱいっぱい入れてるんでギリギリになるんで、ギリギリだとなんか動作遅くなったりしそうだったんで、一応ちょっと余裕を見て512ギガのモデルにしました。であんまりテンション上がってないのは、iPhone Pro Max がやっぱり圧倒的に人気だったみたいで、僕は、今回 Apple Store はその予約の予約みたいなことをやっていて、その予約時間の前に買うモデルを選んでおいて、ローンとか組むんであればそれも全部やって、僕みたいにトレードインってその下取りのシステム使うんであればそれも手続きも全部終わらせておいて、あともう時間になったら予約ボタンを押すだけであなたも予約ができますみたいな、あれといいシステムを取っていて、で全部それをやったんですよ。やったんだけど結局時間になってみたら、アクセスやっぱりサイトがパンクして全く繋がんないし、自分のその選んだやつがなんかエラーでうまく表示できなくて、粘ればよかったのかな、なんか決してやり直したのかな、なんかをやったがわちゃわちゃやってるうちに結局発売日に買えなくなってしまって、10月の11日から18日の週のなんかどっかに届くみたいな感じになってしまいました。でそれでだいぶテンションが落ちております。でそれででもテンションが落ちちゃうということは、結局なんかちょっとそのなんか新しいもの好きというか、なんかその発売日になんかちょっと盛り上がりたいみたいな気持ちが強かったのかな、なんかそんなでもないんですけどね。でそうだな、15 Pro Max、当初はなんか見送りたでもいいかなと思っていたんですよ。要するに僕は今この13 Pro Max でほぼ全くその日頃にやってて不満を感じていなくて、で15の新しい機能に関してもそれほどいくつかやっぱカメラ機能が進化してたりとか惹かれるものはあったんだけど、そんなに最初見た時には買い替えるほどのなんか劇的な変化を感じていなくて、でじゃあ見送りかなと思ったんですけど、結局買い替えたのは、結論から言ってしまうと、空間ビデオっていう機能が結局自分の中では一番強く惹かれるというか、13ではできないことだったんで、それが決め手になった感じです。ただ空間ビデオ自体は要するにまだ、他の機種でも実装されていない機能なんで、それがどのぐらい便利なのかとか全然わからないんで、具体的に空間ビデオが何かっていうと、
ここにもそうだけど 13mm の広角のレンズがあって、これ 24mm のメインカメラがあって、でこの 13mm と 24mm の2つのレンズを使って人間の目みたいに立体視をやって、でその 3D の立体的な動画を撮ってくれるみたいなんですよ。でそれが、撮っておくと後々に Apple Vision Pro が発売された時に、僕は Apple Vision Pro は買いませんけど、発売日に50万のやつはとても買えないので買わないんですけど、ただいずれ Apple Vision Pro と同じようなその空間ビデオを再生できる機器がその後1年か2年したら例えば20万とか10万とか、何がしか廉価版のモデルは出ると思うんですよ。ずっと50万ってことはちょっと考えられないんで、全く普及しないと思うんで。なのでその普及帯のものをおそらく買うことになると思うんですけど、その時に何て言うかな、もしこれがなんかすごくこう思い出を残すための優れた機能だったとしたら、いずれじゃあ15のあと16とか17とか後々の iPhone で、その機能が実装された時に、あるいはその安い、Apple Vision Pro が3年後とか4年後とかに出た時に、その時に慌てて買ってそこから空間ビデオを撮り始めたとしても、今子供2人いて、上の子は今10歳で下の子が6歳なんですけど、上の子はあと数日で11歳になるんですけど、4年後とかだったらそのもう上が15、6歳で下が10歳とかじゃないですか。もうその子供の1年ってすごい変化大きいんで、なんかその部分の思い出が立体空間ビデオで残せるか残せないかがなんか意外と後になってなんか大きなあれになるかなと思って、まだまだ下の子とかなんかこうちっちゃくてなんか日々なんだろうな、そのなんか大人が想像もしないような面白いことを言ってみたり、上の子もなんか日々やっぱりできることがどんどん増えていって、なんかもうニョキニョキと成長してるんですよね。それが面白くて、それがなんか面白い形で残せたらいいかなと思って、つい買ってしまいました。でそれがやっぱり一番大きかったんですけど、あとはやっぱりカメラの性能の進化がそれなりに大きくて、これが1200万画素だっけ1600万画素だっけで、それが4800万画素って画素数がめちゃくちゃ上がるんですよね。ただセンサーもだいぶ大きく、13から比較したら13から14で一回り大きくなって、14から15でもまたちょっと大きくなってるみたいで、なのでセンサーサイズもだいぶ大きくなると思うんですよね。こいつやっぱり暗所にはまだまだちょっと弱かったり、暗所の静止画は長い時間シャッター撮ってくれて、光をだいぶ撮ってくれたりするんで結構その他のカメラよりもこいつが綺麗だったりする時もあってちょっとびっくりするんですけど、そのあたりも、15になってまた一段進化するでしょうし、センサー大きくなった分とか、あるいはその画素数がぐっと上がった分とかで、画素数が上がったことを使って、こいつはだから 13mm と 24mm と 77mm かな、調べてくれなかった多分77だと思うんですけどの3つのレンズじゃないですか。で今度の、15 Pro Max は 13mm 広角マクロで普通の 13mm で 24mm、28mm、35mm で 48mm で、120mmっていう、合計で7本のレンズをその持ってるような使い方ができるってことで、その 24mm、28mm、35mm っていうのは、あと 48mm かの4つはこのメインカメラ、一番多分センサーとか性能の高いメインカメラ1つで、賄うわけですけど、それがなんでその 4つ分になるかっていうと、結局そのセンサーの周辺をクロップしたり、して帳尻を合わせるんでしょうけど、今言った 24mm、28mm、35mm で 48mm っていうのは50mm っていうのがカメラの中で一番標準レンズって言われてて、48mm はほぼそれと同じこう画面の広さになるわけですけど、その普通のミラーレス一眼とかのカメラとかでよく使う画角のレンズがこれでそのシミュレーション的に使えるわけですよ。でその画角でちょうど例えば 48mm だったら 24mm の、メインのセンサーの多分センサーの 2×2 ピクセル分のセンサーを1ピクセルとして扱うのかな、なんかそのようなことをして画質を損なわないようにうまくその 48mm を実現してたりとか、多分 35mm とか 28mm とかもそんなようなことをして、うまくクロップによる画質の劣化を最小に抑えて、おそらくその画角を実現してるんじゃなかろうかと思うんですよ。ちょっと、調べたけどあんまりそこについて細かくは書かれてなかったんで、多分 48mm は24の倍なんで、何がしか切りのいいなんかうまい、やり方をしてると思います。で283とか35もおそらく何がしかやってんだと思うんですよ。なのでカメラの使い勝手は今の、13 Pro Max に比べたら一段良くなると思います。
確かシネマティックモードとかも、13に比べたら進化してるはずだし、あと良かったのはポートレートモードを、今まではポートレートってモードを選んで、そのポートレートのどのモードにするかをちょっと選んだりとかして、ポートレートってその専用の撮り方じゃなきゃ撮れなかったんですよ。で、その今度の15はただ撮った後で撮ったものが人間であればポートレート的に仕上げてくれるみたいな、後からなんかいろんな変更してくれるみたいなんですよね。でポートレートモードはそのポートレートモードにしなきゃって思わないと使わないんで、なかなかiPhone で写真撮りたいという方は特に自分とかだからその家族とか子供を撮ることが多いんで、もう構えてすぐに撮っちゃうわけですよ。その構図がどうとかっていうよりはその瞬間の表情とかやってる行動とかを撮りたいわけなんで、その時にポートレートモードとかが、今までよりもうまく機能してくれそうで、そのあたりもそうやって細かいところを見ていくとハードウェア的に何かすごく劇的に変わってるっていうことではないんだけど、 OS の進化とかそういう細かい機能の進化とそのハードの進化とそれをそのサポートするソフトウェアの進化がうまくやっぱりマッチしていて、アップルはやっぱハードとソフトと両方作ってるメーカーなんで、そのあたりが例えば Android とかに比べてちょっと有利なところなのかなという気が、僕は Android 端末をほとんど持ってないんで、今古いやつを1台持ってるだけなんで、今の最新の Android はもっとすごいかもしれないですけどね。例えばその iPhone はだから今その光学画で、5倍ズームかながついたんだけど、それはこの短い、レンズで望遠機能をどうやって実装してるのかって言ったら、光をこう4段階ぐらいにこう曲げて、この本来であれば望遠レンズってわずか砲みたいにこう長くなるじゃないですか。それを、長くしないでこううまく光を曲げて、この短いところにうまく収めたみたいなんですよ。それがだから Android 端末の中だとその、10倍とかのそういう特殊なレンズが入っていたりするモデルもあるみたいで、だからその Android はいろんなメーカーが出していて、その幅広いんで、ただカメラに特化しているとか、いろんなその尖ったモデルがいっぱいあるところがいいところで、 iPhone はそういう意味では万人受けを目指さなきゃいけないんで、どっちかっていうとそのめちゃくちゃ尖った機能っていうよりは丸く万人受けするような機能をまんべんなくバランスよく高いレベルで実装するみたいな、端末なんで、そういう意味ではなんかそのガジェット好きに刺さるようなすごい尖った機能っていうのは今の iPhone にはなかなか載せづらいんですけど、それでもおそらくだからカメラとかのもう総合的な使い勝手で言うとその iPhone が一番かどうかわからないけど、でもおそらく相当その上位に来る、やはり結局モデルなんだろうなと思うんですよ。でその総合的な使い勝手で言うとやっぱり強いと思うんですよね。特に僕みたいに周辺も iPad とかも仕事で確実に使うし、でMac も持ってるしっていうような形で、あるいはなんか AirPod Pro は耳がかぶれるんで奥さんにあげてしまったけど、例えばそういうものを使っている人とかもその周辺のハードウェアとの連携の機能がめちゃくちゃ優れていたりして、Apple 製品で固めると確かになんていうか生活の質が上がるんですよね。みたいなことをなんかその洗脳されてるような感じがすごくするけど、結局それで我慢できなくて15を買ってしまうっていうね。あとは僕はこいつで今すいませんOS アップデートしたんだけど、なんかちょっとカレンダーのなんか新しい、通知の機能がなんか見たことがないダイアログが出てきてちょっとびっくりしてしまいました。なんか新しくなってるんですよ。で何の話しようと思ったか忘れた。iPhone 15にはチップ性能も上がっていて、ただ正直13で今何にも不便がないんで、チップ性能が上がったことについてあんまり劇的な感動するようななんかことにはなんないと思うんだけど、ちょっとじわっと気になり始めてるのはそのゲーム機能がだいぶ上がったことで、レイトレーシングとかがこいつでできるようになって、で僕が持っている今そこにあるんですけど、2年か3年ぐらい前に組んだ超弱々ゲーミング PC とか、その CPU が Core i9 でグラボがGTX の1650かな、なんかすげえ低スペックなマシンを組んでしまったんだけど、レイトレついてないんですよね。だからその解像度とかいろんな条件があるだろうから単純に比較はできないけど、でもこのちっちゃい端末でレイトレが動くっていうのはちょっとなんだろうな、一個時代の変わり目みたいな部分はなくもないので、僕自身は今こいつで遊んでるのはもうなんか一時期時間泥棒だからもうやめるって言ってやめたんだけど、最近またちょっとディズニーつむつむをやり始めてしまったら、またこれが地味に楽しくてですね、なんか楽しくてというか、もうなんか下の子が6歳の子がなんかその画面みたいなのがつむつむ可愛いみたいで、なんかつむつむやりたくてもうなんか出てきて僕の下にドーンと乗ってつむつむを出せみたいになって一緒に2人でつむつむやっていたりするんですけど、
その程度なんですよ。だけどなんかそのレイトレが動くとか、あるいは、これはまたレイトレとちょっと関係なくなっちゃうけど、スターフィールドっていうゲームが最近出て、そのアーマードコアでもやってないし、ピクミン4も解いてないし、で新しいゲーム手出す余裕ないんですけど、ちょっとやっぱりその見てみたくて、で XBOX のゲームパスにちょっと数ヶ月間だけ入ることにして、であれ入るとクラウドゲーミングっていうのかな、ブラウザーの画面にネット越しに XBOX のゲームをその画面をレンダリングしてその流してくれて、でキー入力を入れて、だから iPad 側ではそのゲームの演算はしないで、ネット越しに向こう側にある多分その XBOX 的なそのコンピューターにゲームの演算をやらして、その結果をこっちに返してくれるみたいなクラウドゲーミングの機能がついていて、なんかそれができるんであれば、例えばそれはコントローラーないとできないから、こいつにこのなんかこんな感じのゲームコントローラーをこうあるじゃないですか、こういうふうにガチャッとつけるタイプのやつが、なんかそんなやつをつけて持ち歩いたら、外ではネットが回線が速くないからできないような気がしますけど、ちょっと出先でスターフィールドとかができるかもと思って、ちょこっと一回試したんだけど、やっぱ回線が遅くて話にならなかったですけど、ラグが起きちゃうんで、スターフィールドだけじゃなくても、例えば RPG とかねとかがそこそこ動くんであれば、ちょっと面白いかなと思ったりして、でもこれをカバンに入れて持ち歩くかって言ったら、よっぽどゲームやる気満々じゃないとちょっとこれは持ち歩かないじゃないですか。なんかすごいコンパクトなゲームのコントローラーがないもんかと思って、今ちょっと思ったのは、もしかするとこんな製品探したらあるかもしれないんですけど、モバイルバッテリーは常に持ち歩くじゃないですか。だからモバイルバッテリーになるコンパクトなゲームパッドっていうかコントローラーみたいなものが出てくれるといいなと思って、もしかするとスイッチみたいなこの左右にガチャッとこうつけてこういう風に遊ぶタイプのコントローラーとかがあって、そういうタイプとかでもしかしたらそういうモバイルバッテリー本体充電できますよみたいなものがもしかしたらあるかもしれないですけど、なんかそういうものがあったらちょっと欲しいかなと思ったりはしましたね。というようなことで iPhone についてはその15 Pro Max を買ってみました。それ以外の機能については細々と進化はしてるんだけど、今パッと思いつかないところを見ると本当にあまり印象に残ってなくて、結局空間ビデオもそのカメラの進化もどっちもカメラの話なんで、結局のところちょっとカメラが、進化したことに、惹かれて買ってしまったっていうことですね。というような感じで、iPhone 15 Pro Max を一応予約したんで、予約したぞっていう話をちょっとしてみました。だらだらと喋ってしまってすいません。ありがとうございます。ではでは。